ケラドムとジョンです。今回はね、こちら、ロイヤルチャンピオンの新ギア、ロケットスピアのね、紹介をしていきたいと思います。チャレンジの方に、ロケットスピアチャレンジ来てるからね、使えるっていうところで皆さん知ってる方も多いかなというところなんですけど、ロイヤルチャンピオンのね、新しいギアがやってまいります。ロケットスピアというやつですね。マックスにカンストレベルまですると、攻撃回数8回分になります。8回分ロングショットかなりね、スーパーガーゴイルのように、長い距離から攻撃をすることができるというものになっておりまして、追加ダメージも上がり、範囲ダメージになってるんですよね。で、攻撃範囲も10マスと、射程10のところから攻撃ができて、攻撃回数が8回。範囲ダメージがどういうことかっていうと、ちょっとロイちゃん出しますよ。短期でね、こんな感じだけど、この、はい。範囲ダメージでリクスケルトンも処理することができるっていうところでね、これで範囲ダメージの証明ができたかなって感じですかね。で、8回分、ロングショット、ポンポンポンと投げていくと。結構このね、最初の攻撃、かなり飛びますみたいな能力の使い方のやつって今、ファイヤーボール、ウォーデンのファイヤーボールだったり、クイーンのジャイアントアローだったり、キングのね、サッカーボール、スパイクボールだったり、で、これ、ロイヤルチャンピオンの新しい、ロケットスピアということでね、4種類の飛び道具が出てきましたと。もうなんか、おもろいこと考えれば、ブーメランもそうか、一応ロイちゃんの。とか、それだけで、なんか最初のね、削りだけでかなり、ヒーローのね、ギアのスキルだけで、削ってく、そして天才プラスとか、なんかあと呪文系でなんか、呪文とかね、呪文とか兵器とかでね、プラスしていくだけで、村の大半が削れてしまうようなね、プランニングっていうものね、結構できてしまうんじゃないかなっていうような環境ですかね。はい、というわけでね、そういうリプレイをね、ちょっと作ってみました。はい。ヒーローギアの方が、ジャイアントアローとヒーラー人形。キングが、スパイクボールとジャイアントガントレット。オーデンの方が、ファイヤーボール、レイジジェム。そしてロイヤルチャンピオンの方が、新しいヒーローギアのロケットスピアということでね、ちょっとこちらのアタック見ていきましょう。すべてが飛び道具ということでね、かなり忙しいんですけど、まずは空ウォーデンにして、アングリージェリーをつけていきます。で、両サイドをロケバルカットしてタウンホールの方にオデヒじゃないね。もう空飛ぶオーデンをスライドさせていきまして、ちょっと忙しかったんですけど、タウンホールに向けてクエイク揺らしのファイヤーボールからジャイアントアロー天才をぶち込んでいくと。はい、ここで1、2、3。ここでファイヤーボールプラスのここのクエイクライがね、シナジーがあるというところで、ヒーラー人形でヒーラー3体出るところプラス、自前のヒーラー2体追加して、で、残ったタウンホールもね、結構 HP 低いところなので、ロケバル回収をしていって、12時からキング、9時から10日閉鎖。ロケバルで落とせなかったので、もう一度っていうか、この辺小刻みに出していいところなので、一発で落とすっていうよりは小刻みに。で、ロイヤルチャンピオンの方は、このテスラのね、北側から登場します。スケルトンの呪文とか、呪文はね、たくさん持ってる。はい、ロイヤルチャンピオンいきます。ここは、ブーメラン、そうだね、ブーメランプラスの、ロケットスピア飛ばしていくような形。同時にキングとクイーンと見ながらって感じなんですけど、いいっすね、このロケットスピア投石のところまで、かなりロングショットで攻撃を入れていきつつ、リクスケとかにも捕まらないからね、射程的には遠いので、で、サッカーボールがピョン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 って飛んで、呪文もかなり余裕ある展開で、シングル捕まってたんで打つかちょっと迷ったんだけど、余裕すぎていいかなと思って打たずという形で、で、裏から適当にユニット出して、呪文もたくさん余って全開という形ですね。すべて飛び道具っていうちょっと、なかなか難しいあれではあったんですが、全然全開を取ることができるパワーを持っているっていうところなんで、ロケットスピアもね、そうだな、ジャイアントアローとかファイヤーボールとかも、出てから1シーズン経ってようやく使い方分かって、これ強いじゃんって、いろいろ使われ始めてるみたいな、ちょっともう一回流すんですけど、アングリージェリーもそうだし、毎回ね、その次のシーズン、その出てから1ヶ月後ぐらいとかに使い方が確立されて、この使い方強いよね、みたいな使い方として出てきてる感じなので、ちょっとまだ早いかもしれないんですけど、このジャイアントアロー天才とかもね、かなり強いっていうのと、シンプルにね、27レベなんですよね、カンストが。エピックだっけ、レジェンドだっけ。そういう感じなので、レベルが上がるのに必要なところも、距離も長いっていうのも結構要素の一つかな。ロイヤルチャンピオンの方ね、ちょっと注目して見つつって感じでいければなって感じ。ファイヤーボールと、もうこの時点で 50% 超えてるのやばいね。フ
ファイヤーボールとジャイアントアローと、まあ、キングトーカー置いて、まあ、ちょっとロケバル出しただけでも50数パーを超えてるっていうところで、全然ありかもしれんね、この編成。で、ロイヤルチャンピオン来ました。ロイちゃんブーメランプラスのロングショット。もうすでに残り 30% ですよ。この長弾大砲とかもね、もはやこれ珍しいですよ。フォックスが先行するという、なかなか見ない形が出来上がっております。で、この投石の方も1、2打って、3発目、4発目、5発目と。ちょっと、油断されちゃった。で、ロングショットの時はね、やっぱ攻撃力も上がるっていうところなので、まあ、サッカーボールも、まあ、適当につけただけみたいな、あれですが、飛んできましたという形で、どうですかね。ちょっとロケットスピアもね、普通のラッシュ系の編成に入れてロケットスピア解放させるのはどうなんだろうとかも思うんだけど、普通のラッシュとかに入れたときはさすがにね、ホグヘイストを上回る組み合わせっていうのは、さすがにないと思うんだよな。ルートライダーラッシュの、ルートライダーの後衛に、このロケットスピアつけたところでなんか仕事するかって言ったらちょっと、ホグヘイスト以上の仕事は見込めない気はしてて、まあ安定感っていう意味ではホグヘイストがさすがに強すぎるので、何か目的を持った使い方っていうのがやっぱり、このロケットスピアには求められるところかなという感じですね。なので、まあこのジャイアントアロー天才のようにクエイクとかインビジブルとかを合わせてなんか、このね、ファイアボールに近い使い方を初手でやっていく形になるのかな。まあいずれにしよう単独で使うロイヤルチャンピオンに、このロケットスピアをつけるっていうのはまあ、ロケットスピア入門編としては考えやすいプランニングにはなってくるかもしれないですね。だからシューターとかと似たような使い方っていうところでね。また1クロスとか迫撃砲を削ってシューターを活かすみたいなこともできたりはするし、まあロイちゃんを捨てで使って他を活かすみたいな使い方をしたいときは、まあありかなって感じですかね。はい。というわけでね、今日はこのロケットスピア見ていったんですけど、いかがだったでしょうか。ちょっと皆さんちょっと強そうな使い方とかあったらね、ぜひコメントを書いていただけると助かります。まあ似たようなね、ファイヤーボールとかジャイアントガントリーとか出てるんで、まあ、発想としては結構近いものになっちゃうかなって感じだけど、まあ地味に範囲攻撃ついてるのでね、まあ援軍とか陸スケをターゲットを取っちゃった時に、まあ一緒に範囲ダメージで潰すことができるみたいなところは強みかなっていうところなんですけど、まあ基本的にはその範囲攻撃がね、起動しないような使い方をしたいのでって感じですよね。このヒーローブーストのね、ステータスについてるところはやっぱり、ホグヘイストのところは、レベルがね、18カンストっていうところで、まあ、毎秒ダメージ上昇が88なんですけど、まあ、倍近い168の持ってて、で、HP 上昇もね、ホグ人形の4つよりも、まあ若干こっちの方が高いよっていうところで、まあ基礎ステータスを上げるっていう意味では地味にこっちの方が強かったりはするんですけど、みたいなところですかね。はい。というわけでね、また、このロケットスピアもね、面白い使い方とか出てくれば楽しいと思いますし、環境に変化とかもね、生まれると楽しいかなっていうところですね。はい。というわけでね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、シェアします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。